TMI トーク with N プロフィールですね。4チームに分かれて N チームのプロフィールを紹介します。チームごとに前に出てパネルに書いた自分の基本プロフィールを紹介します。共通プロフィールを紹介したらメンバーごとの個人プロフィール項目を確認します。で、紹介するチーム以外の3チームはその該当メンバーのプロフィールに入りそうな内容を相談してパネルに書いてください。意見が選ばれたチームはメダルを用意してまして、これを1つ獲得できて全員プロフィール紹介終わった後に一番多くメダルを獲得した1チームが優勝になります。はい、では次はウィジュンのプロフィールを見ていきたいと思います。はい、名前はウイジュ、ニックネームもウイジュ。でも最近みんななんかジュジュって呼んでくれるんで、ジュジュを一番好きな曲はクラシさんの「イジョボリ島」。なんで好きなんですか？この曲を練習生になってから知ってたんですけど、この曲のメロディとかこの曲を聴くとあの時のなんか気持ちがなんか思い出してたまに忘れてるかなと思う時もう一イジョボリ島、だからこの曲が一番好きです。バケットリストは宇宙に行くことです。全員そうか、会ってみたいか。ウィジは会ったことあるよね。僕が宇宙人なんで。バケットリストは普段から宇宙が本当になんか気になってるタイプなんすごい。なんか写真、宇宙から見た地球の写真あるんじゃないですか。本当に地球がなんか青色と緑色であるかなと直接それは見に来た。そうか、実家に帰ろうとしてるの。はいだから実家をイジョボリ島って今にも帰りたいです。すごい。じゃあ次はウィジュ君の個人プロフィールを見ていきましょう。最近習った日本語、わあ、これ面白いんやない？君の日本語が上手くなってきているので、これは一人一人それぞれ答えを書いていきたいと思います。はい。せーの。でんじゃん。でんでん。前から説明してもらえますか。最近ウィジ君がよくあるなって思ったのが、なんか変だなって思ったら「あら?」って言うんですよそれが「あれ?」とか「ん?」とかじゃなくて「あら?」なのがすごい可愛くて、そのイメージが強かったです。次、焼きとうもろこし。焼きとうもろこしは本当に最近 Now でケイ君たちと教えた言葉です。あと僕は覚えたっていうか、ずっと表情を表像って言ってて、やっと表情を覚えたっていう意味で表情にしました。確かに情と像がちょっと難しくて、情が難しい。はい、どうぞ。はい、自分は胸筋ですね。運動かなしてる時に多分分かんなかったんですね、ウィジュが。で、中にウィジュが入ってきて「胸筋?」って言ったのがすごい面白くて。そうなんだ。最近覚えた単語より、よく使っている言葉は書いてあります。不思議な言い方で「すみません」で。でもずっと「すみませんすみません」で言われたので、はい、書きました。次は最近使ってるのを聞いて、こうパッキングをしてて、でニコラス君がもうめっちゃ服入れてたんですよ。でそしたらウィジ君が部屋入ってきて「ニコ、人生は選択の連続だよ」って言って。そんなことはどこで覚えた？すごい。そんなかっこいいこと言えるんや。どこで覚えてきた？これびっくりして。なんかいつもニコラスが服が多いんじゃないですか。でもこれも着たいし、これも着たいし、だからずっと洗濯を、ちょっと諦める勇気も必要だよって教えてあげました。もう一回言ってもいい？人生は選択の連続だよ。こん
中から気に入るのを選んでいきましょやっぱり人生は選択の連続、なんですけどだからあらを選択します。あらを選択します。みんな合ってますけど一番使ってるのがあらってう。はい書いてください。じゃあでもちょっとアラは納得だな。確かにはいおめでとうございます。チョコか。では次の質問に行ってみていいですか。ウィジオンが動物になれるならということで、いやーこれは一択じゃないでしょうか。はい書けましたか。はい一斉のではいはい、じゃあジョー君説明お願いします。はい僕キリンって書いたんですけど、あとはなんかキリンの温厚な感じがすごいウィジ君に優しい感じが。キリンってじゃあ次首長いし、怠け者じゃないですか。これはでもちょっとさすがに認めるでしょ。それは認めますよ。ああ怠け者。そう似てる。どうぞ。鳥は僕なんですけど、スペース、宇宙とかまあ好きじゃん。今広い世界行ってみたい心。鳥になったらもうどこにもまあ行けるやん。だから鳥でかけました。理由しっかりしてる。怠け者僕なんですけど、ほらで自分もニコラスと一緒で最初は美女に似てると思ったら怠け者だったんですけど、はいなれるならそっちかって思った時におー自分とか景品を見て僕も強くなりたいっていう時があったからちょっと強めのでも僕も強いですよ。でやっぱりそれなれるならちょっと肉食系のであえてピューマにしました。まあいろんな意見が出たんですけど、この中から一つ選んでください。似てる動物って言ったら僕もキリンとか怠け者だと思うんですけど、なれるならピューマみたいにだからピューマです。ありがとうございます。一人もない。今ウィジオンのプロフィールが完成しました。では滝くんの基本プロフィールから紹介してみます。はい、僕の名前は滝です。ニックネームはちょっとこれからみんなに考えてもらおうかなと思います。はいニックネームあれはブーちゃん。ああブーちゃんはね結構昔お母さんとか家族に呼ばれてたあだ名なんで、呼んでもらったらちょっと嬉しいです。いいやん、かわいい。一番好きな曲はこれ BTS さんのブルー&グレーっていう曲が好きで、バケットリストはもう僕は世界旅行で旅行好きなんや。結構静かめなとこが好きなので、一番行ってみたい国とかある。結構行ってみたいのがヨーロッパの方で街並みとか綺麗だし。うわ行ってみたいな。じゃあでは滝くんの個人プロフィールも見てみましょう。滝くんの魅力ポイントをまず書いてください。オッケー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 。大丈夫そうです。みんな確認してみましょう。はいせーのじゃん。どこから行く？で今度後ろから行こうかな。じゃあ滝がなんかいつもふざけてて、でそれでたまになんかやめてとか言おうと思うんですよ。注意しようと思うんですけど、もう滝がめっちゃ笑顔でずっとふざけてるから、滝の笑顔は一番可愛いなと思って。みんないいこと言うなこれ。俺らは無邪気な可愛さでみんなに愛されるサランヘイサランヘイ。これサランヘありやからむずいよな、滝のいいとこって。でももうありすぎますよね、実際普通に。実際それ言い出したらきりないから、一番やっぱシンプルなとこにつくね。もはいありがとうございます。じゃあいいなみんな。じゃあそっち
はい、僕が思ったのはもう滝の魅力ポイントといえばもうもっちもちなほっぺたほっぺたやっぱほっぺたで好きだよ。そこに全部持ってきたらね。滝のほっぺってなくしちゃダメだよ。楽じゃダメ。触りたくなっちゃちゃんと選ばないとね。う。触りたくなっちゃう。ゆうまくんの別に気になるようなめちゃめちゃもう軽音もついてきたらもうダメだろそれは。はい、じゃあ行きましょうか。はい。選んでください。僕は無邪気な乾いたのみんな無邪気な乾いたのみんなやっと1個。よし。ポンポポやってもらった。嬉しいな。次の質問は、滝くんがチームで一番ヒョンになったらやりたいことです。ああ、これめっちゃいい質問。これむずそうでも。じゃあみんな書き終わったら確認してみましょうか。せーの。にゃん。誰から。じゃあ真ん中気になるんで真ん中から。まあ滝ってやっぱ特殊なんですよ。エンティームの中でも一番。滝、まあ一番ほらヒョンだからこう喋るじゃん。なんかじゃあこうしてくださいって。こうしてください。全員これで共通でこれになる。そういうのかな。全部。じゃあ前で。じゃあ次。僕末っ子みたいな最年長になって場を盛り上げるって書いたんですけど、年は取っていくけど子供になっていくみたいな。ああ、そういうことか。はい。今の状態で年だけ取るってことだね。ああ。はい。じゃあ次どうぞ。俺買ってきてとお願いするですね。はい。これ今もたまにあるんですけど。あるか？これ持ってきてとかもあるんですけど、そのなんかお兄ちゃんになったらもっとやりそうだなと思ってね。なんかでもありそ滝はもう滝の笑顔見たら多分やっちゃうと思うんですよみんな。気になるのを選んでください。これはもうなんか全部ちょっとあんまり癖が強すぎて分かんないから、この俺は滝か計画好きだったんで滝か計画にします。2連勝滝2連勝。おめでとう。こうして滝のプロフィールが完成しました。ではニコラス君の基本プロフィールから紹介してください。はい、名前はニコラスです。ニックネームはニコです。ニコ。一番好きな曲 I Need You、ヤオという歌手の曲です。ヤオ。パッキリストは世界旅行。はい、滝と一緒。同じやん。どこに行きたいの。僕もユーロッパの辺は行ってみたいです。行ったことないですから。じゃあ次、個人プロフィール一番よく使う日本語と宇宙人に会ったらをまずはマジでむずい。日本語から皆さん書いてください。日本語からお願いします。なんだろう。あーでもわかんないですよ。何やるの。今考えた。そんなこと言ってたっけ。なんかずっと書けましたか。はいそれじゃあせーのでお願いします。せーの。ユーマ観察型じゃん。俺かっこいい。あれ俺かっこいい。俺かっこいいわ。俺かっこいい。ちょっと意見分かれるな。俺は言ってないで。これはまあ自分も知らない。まあこれはかっこいいっていうのはこうニコラス君は分かってるじゃないですか。で写真撮ったりするときにあ、見て俺かっこいい。かっこいいっていうんだし。であー滝からそういう情報を聞いたよっていう。自然に。たまにああ、それは確かにあるね。滝チームまあなんか
ニコラスが日本語で喋るときに単語と単語の間に「まあ」が必ず入って「まあ」俺も分かんないけど多分薬になりました。まあでも下のなんかうるさいはもうこれはもう定番のいつものやつで。うるさいよしかもなんかはなんかじゃなくてなんかになりますよね。なんか3個あるからそしたら何々じゃない？これイントネーション大事ですよ。お、じゃあ何々じゃない？あでも言うかもしれないじゃないねえ、マキよく見てるね。すごい。じゃあニコラス君一番さっきのチームとマキのチームはまあ両方は合ってると思ってるけど3個もあるから数で攻めるよ数で。まあ行こう行こうまあマジでまあよく使ってるけどでもじゃないよ。でもじゃないよ。いやこっちじゃない。ナイスナイス。でも全部合ってる。じゃないよ似てたなじゃないよ。方が完璧やったじゃあ次の質問もしニコラス君が宇宙人に会ったら何をするかこれまた難しい質問だね。いやー、ニコは宇宙人に来たら逃げるかも。本当写真撮ってたらそうなの？殺させる。さあ皆さんこの質問ちょっと難しいかもしれませんが書き終わったのではないでしょうか。はい。じゃあせーのでお願いしますせーのこれはもう大間違いじゃないいや大当たりじゃないですかこれは。ニコラス君これ大間違いじゃない大外れ意外に逃げるからニコラスは。逃げるのは悪いことじゃない。意外に本当強そうに見えて本当になんかすごい声裏返って逃げそうだなってイメージが思えてて。さっき俺とハルはもう俺は何をするかまあ考えてでも俺は本当に逃げるかもで言ってたから意外にマジで意外に本当逃げるんでニコラスは。すごいやもう睨んでい。そしたらマキのチームからなんですみません。僕たちは仲良くなるか立ち向かうかでもしいい宇宙人だったらやっぱ言語たくさん喋れるんで英語とかでなんて英語ですごい。もし悪かったらなんか戦う図が見えるというかパンチしてそうだなって思ったんで。やっぱ僕らはニコラスのこの目が印象的だから睨みを生かしつつ宇宙人すら配下につけるそんな強くなったらいいかも。手は出してない、睨んだだけでチームメイトすごっ。じゃあそろそろそうそう OK。マジでむずい。まあでもリアルなやつだなケデロ線書けばケデロ線書けばケデロ線書けばケデロ線がケババババやっぱり俺もさっき言ったから本当に怖くて逃げるかもと言ってたからやっぱりこれはでもそうやな焚き火チームにメダルが授与されます。おめでとうございます。いやー行きたと思ったんやけどなやっぱりね。やっぱりじゃあ次僕のプロフィールに行ってみましょうイエ名前はハルアーで一番好きな曲はウ・ウォンジェさんの「We Are」っていう曲なんですけど、なんかこの曲めっちゃ雰囲気が良くてなんかよく聴いてるんですけど、バケットリストは月へ行く。僕たちのファンの皆さんの名前がルネじゃないですか。でそれがなんか決まってから月が好きになってでちょっといつか行きたいなって思います。めっちゃ夢あるはいじゃあ
そろそろあるあるで個人プロフィールの方も見てみましょう。質問は休息時間の過ごし方と無人島に持っていくもの3つ。まずは休息時間の過ごし方からいきましょ書いちゃうよ。う。意外とみんな難しいっていうかたくさんありそうで1個に決めれなそうだね。あるはもう行こさあ書けましたらお見せください。う行けい。どうぞ。でもこれやない？だからイヤホンはちょっとずるいな。イヤホンやろ。有線イヤホン2人とも。イヤホン片方だから。じゃあ普通にマキキのチームから。いや最近はイヤホンなくしてからまたなくすのが怖いってなって有線に変えたじゃん。でそこからもうちょっと休みがあればもう片耳に有線のイヤホン入れて携帯見てるなってイメージが強くなりました。確かにね。それだもんね。それだ。いやだから終わらせないって。聞いてよ。これだ。これだね。ダメいけるいける。これはもう一人で散歩。これに限る。もうめっちゃ。一人で散歩っていうか、あと緑好きって言ってたから散歩。草も書いてるよちゃんと。あ、それちょっとポイント高いな。じゃあ次。次、滝井裕二君チはい、ーム。もうこれはもういつも見てて思うんですけど、イヤホンをいつも有線のイヤホンを片方だけしてやっぱ一人でご飯食べてたり。それは何ですか？じゃあそれは何ですか？その下の。これはあれだよ。春は？春はが片方何やそれ。これ春はやと思って書いてんねん。これはちょっと。なんで？これやばい。じゃあみんなのね回答が出揃ったところで一つ決めてください。ちょっとでも有線イヤホンずるいな。なんかその休憩時間の長さによるんですけど、もう2分とか3分とか短かったら確かに動画見るんですけど、休みの日とかがあったら外とか出たいのでケイヒョン読む。やった絶対これだと思ったね。ちょっと納得いかないな。緑好きやから。緑好きやもん。おめでとう。はいそれでは皆さん次の質問にも行ってみましょう。春はが無人島に持っていく3つのものお考えください。絶対俺らこれいけるんじゃないですか。いけるやろ。逆転のあれ出てるよ。全然逆転できますよ。春は普通に片付けながら、まあ、寝ちゃうことじゃない。でも僕本当に行きたいから死にたくないからガチなナイフとライターとサバイバルな方ね。ちょっとここでヒントなんですけど、春は本気で生きて帰りたいそうです。ああなるほどね。今のところそうなんですけど、みんなの説明次第で変わるかも。意見があったら。もしかしたら。それでは書けましたでしょうか。はい。さあ皆さんパネルをお見せください。どうぞ。じゃんじゃん。うわー。うわー。ずるい。チームメイトにもずるい。それはずるい。ニコラスずるい。じゃあまずこれからニコラス君って書いたんですけど、力とかそういう使い方じゃなくて普通に一緒にいたら落ち着くのかなっていうのを思ったので、そしてイヤホンはでもこれは携帯はないんですけど、なんかイヤホンが落ち着くのかな。イヤホンだけ耳に突っ込んどくんよ。耳栓みたいな使い方か。とナイフはやっぱ本気で行きたいって言ってたので、魚とか切ってもらえればいいかなって思ってナイフにしました。滝井裕二君チーム。結構シンプルに書いてくれたね。シンプルですね。やっぱシンプルイズザベストって言いますから、僕はシンプルに考えてイヤホンと携帯は必須だなと思って、あと一つやっぱ一番迷ったんですけど、ティッシュって書いてなんか春はやっぱいつも持ってるっていうのもあるし、やっぱりティッシュのイメージがある。他にも乾いてるティッシュね。はいどうぞ。乾いてる。乾いてるティッシュです。乾いたティッシュ持っていけば、なんか水とか濡らして濡れたティッシュとかできるし、単純にこのセット3個あったら生きていけるんじゃないかなと思ったのでこれにしました。はい次。僕はまあ携帯。
ハルアといえば携帯。あなたの趣味とても大事。みんなそれぞれ。人は何が一番体に一番悪いか。ね、甘いもの。お言うな。お言うな。開いちゃった。俺が普段から言ってるから洗脳されちゃって。もうすぐ出てきちゃうよちょっと。何が一番ダメかってストレス。それを解消できるのがそう携帯ポケモンでございます。はい。そしてウェットティッシュ、この濡れてるのが大事です。持ってるんですよね。この前ハンガー行った時もさ、気使えるからさ、みんなチキン手汚れるって言ってウェットティッシュを買ったんですよ。ね、いろんな本当に面白いね意見が出揃いましたが、ハルアが一番気に入った回答を一つ選んでください。いやー今もうここなんですよね。乾いてる。俺らもう終わってるで。いやーむずっ。ナイフなかったら生きていけないよ。来たか。せーの。じゃあこれで。ニコラスは大きいな。正解。はい、ポケモンはやっぱニコラスに勝てん。はい、それでは最後僕のプロフィールに行ってみましょう。ではフマ君の基本プロファイル紹介してください。はい、僕の名前はフーマです。ニックネームは、よくフーって一番好きな曲はシャイニーさんのアンエンコールっていう、シャイニーさんは昔から好きですし、シャイニーさんのおかげでこの K-POP アーティストっていうのを目指したきっかけでもあったんですね。でバケットリストはポケモンのぬいぐるみを全種類集める。うまくらしい。やっぱりそうだよ。はい、次は個人プロファイルも、見てみましょう。はい、肌身離さず持っているアイテムと一目円あったらやりたいことです。はい、よろしければ書いてください。ポケモン関連の何か。うまくんといえばだよこれ女。全くずれ。いや気になるな、普通に気になる。せーの、じゃん。はい、じゃあまず巻き状からいこうかな。ポケモン関連の何か何かっていうのは多すぎてっていうことで、バッグだったりとか、あとはちょっとしたところでペットボトルの入れるやつとか分かります？あれとかも出てきた時にポケモンいるってすぐなるし、確かに確かに。よくポケモンがいるので、ポケモンの何かにしました。ポケモンの何か何かっていうところが引っかかります。俺ら勝ったこれ。はい、これマジで勝ちました。先に焚き火所行こうかな。はい、そっちと似てるんですけど、ポケモンのぬいぐるみです。なぜかというと、この前宿舎で風磨くんがポケモンのぬいぐるみたちに恵まれて寝てて囲まれてるのがそういつでもこのポケモンのぬいぐるみと一緒なんだって思って、これじゃないかなと思いました。次は最後はユマチーム。これはも説明してくださいう高級な箸とスプーンですね。知ってる人ぞ知る。もう最近の趣味がキャンプ、またはキャンプを見ること、一回俺がスープを買った味噌汁買ったんやけど、さ割り箸とかもなくて何もなくて、終わったって言ったら「軽音いいのあります」めっちゃ低い声でドラえもんみたいな出し方してこれはいい線来てるな。そしたら、はい選びましたが、お前の選んだらそうですね、教えてください。みんなポケモンをそれ書いてくれたんですけど、ポケモンって相棒なんですよ。本当に自分が肌身離さず持ってるものは箸とスプーンなんです。いやー、いやーダメだ俺ら。ミスター。おめでとうございます。めちゃめちゃすごい。やばいぞやばいぞ。いやーすごいな。はい。
次の質問は1億円があったら何がやりたいですか？はい、いやこれなんだろうね。これはむしろ俺参考にしたいです。そしたらせーの見せてください。せーのドン。後ろから行こうかな。はい、普段から風磨くんがキャンピング行きたいな、キャンピングしたいなとずっと言ってて、1億円ぐらいやったらでっかいキャンピングカーを買っていやでも確かに世界のあちこち行きながらキャンピングしそうなとできるしな。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと行かせてもらいます。景色のいいところでキャンプ、その他必要な部品を揃えるって言ってるんですけど、ここが重要で、この人はオタク気質なので部品を揃えるとこに快感を覚える。この全てが揃った状態での俺、かっこいい。こうなるんです。どうもありがとうございました。反論があります。でっかいキャンピングカーがなかったらどこでキャンピングしますか？いやだから普通に行ってやればいいよ。でも本当に、普通の車でも行けちゃうんだよねやっぱり。ダメなんだよ。ちょっと弱いねまだ。ちょっとね。はい、そしたらふまよはいつからキャンピングの興味ができましたか？まあ、実はキャンプ自体はちっちゃい頃から家族で結構行くことが多くて、こう大人になるにつれてやっぱこうギアをね本当にたくさんあるんですよ。本当にこうなんだろう、テントからね、それ見るのが楽しくてしょうがなくて。素晴らしい。もうこれこそメンバーを知ってこその。これは負けたわ。そしたらふまよの一緒に県民しに行きたいですね。めっちゃ行きたい。みんな行こう。そしたら次はマッキーティームはここで言うの浮きます。まずちょっと皆さん一回聞いてください。ポケモンセンターの中には何が多いですか、風磨さん？ポケモンのグッズが。ですよね。ポケモンセンターを買い取ることによってこのバケットリストが叶うかもしれない。風磨みたいな人って揃えるのを快感を一瞬でやるのはあんまり好きじゃないのよ。時間をかけて揃えるのがすごい、その過程を楽しんでる。失礼いたしました。もし風磨くんですか？そうです、僕は風磨です。すごいびっくりしたのが今ね、言いたいこと全部言ってくれた。はい、ということで1億円があったらやりたいこと、ケイヒョンユーマチームの決勝からギアを買うでした。やったー。いやでもこれは言葉で勝った。これすごいわ。すごいやこれ。これすごい。逆転すごっ。マジですごいですよ。メンバーのことは分かってないとダメだ。自己紹介今たくさんしてきたんですけど、メンバーがプロフィールを書いたのは初めてなので、新鮮な感じがしてとても面白かったですね。どうでしたか？楽しかった。はい。では結果を確認してみましょう。チームごとに獲得したメダルを見せてください。5、風磨ニコハルアチームが5、焚き火ジュチームが3、上巻チームが4、そしてケイユマチームが6です。僕たち優勝です。おめでとう。ケイユマチーム優勝。大逆転。すごいわ。大逆転です。はい。僕たちについてもっと知っていただけた時間になったのかなと思います。それでは今日はここまでです。バイバイ。バイバイ。